もし最近仲良くなったあの人が本当は殺人すら厭わない異常者だったら、2005年12月24日、アメリカアラバマ州オーバーン。パパママただいま。クリスマスイブの夜、実家の扉を開いたその女性はロリス・レシンスキー。今年大学を卒業し社会人になったばかりの彼女にとって、その日は久しぶりに家族が揃う大切なイベント。両親も娘の帰省に嬉しそうに頬を緩めます。そしてこの年はロリの家族以外にも一家のクリスマスに招かれた人物がいました。こんばんは、リックです。お招きいただきありがとうございます。にこやかに挨拶した大柄なその男性はリック・アニス。最近ロリがよく遊んでいる友人でした。リックは早くに両親を亡くしており、その年で天涯孤独の身。ロリはそんな彼を気の毒に思い、家族が集まるクリスマスの実家に招待したんです。ようこそリック、自分の家だと思って楽しんでいってね。礼儀正しく誠実そうなリックを喜んで迎え入れたロリの両親。そう、この時の彼の振る舞いからロリの家族は誰一人思ってもみませんでした。リックの正体が過去2人を殺害した連続殺人犯などとは。クリスマスの日にやってきたおぞましい過去を持つ友人。彼が内に秘めていた歯止めの効かない凶暴性とは。女性が哀れみから手を差し伸べたその男は、とっくの昔に人の心など忘れていたんです。おそす、最近自宅にダンベル買って筋トレし始めたよ。ケンちゃんです。エミコです。というわけでね、アミゴさん、一緒にジム行きましょう。何回か誘われてるんだけど、はい私。まだ一回も実際に行ってないんだけど、はいどういうことこれ。僕の友達の堀江くんもいるんで。人変わってないなんかお前違う人言ってなかった。変わってない変わってない。変わってないホーリーね。ああ。はい。すいません、うちはネタで。本日ご紹介するのはアメリカ・アラバマ州で起こった女性の失踪事件について。実はね、女性の友人男性にこいつ絶対犯人だろうっていうね、怪しい人物がいたんですけど、12年もの間ね、未解決事件のままだったんですよ、これ。なんでそれ何、はい決定的な証拠がなかったとかっていう話、何墓ゆり事件ってことそうなんです。しかもね、その男はね、被害女性とかなり親密で、被害女性がその男の正体を知らずに仲良くしていたかと思うと、ほんとゾッとするんですよ。そして事件の日、女性は一体どのようにして姿を消したんでしょうか。不審な友人。2006年6月13日、アメリカ・アラバマ州東部の都市オーバーン。やっぱり家にもいないみたいね。トレーラーハウスの扉を何度かノックした後、困ったような表情で隣の女性と顔を見合わせた彼女はリジー。オーバーン市の精神福祉施設の職員でした。同僚のロリス・レシンスキーの無断欠勤が続いていたため、リジーは別の同僚と2人でロリの自宅へやってきたんです。すると、いつもはトレーラーハウスのすぐ隣に止まっているロリの白い車がなくなっており、玄関からの呼びかけにも応答がない状態。ロリは車でどこかへ出かけているように思えました。そして、あら、開いてる。ロリがいないにもかかわらず、トレーラーハウスの玄関には鍵がかかっていませんでした。違和感を覚えながらも、その部屋へ足を踏み入れた同僚2人。すると、その中にはさらに不可解な光景が広がっていたんです。ついさっきまでここにいたみたいじゃない。ロリと連絡が取れなくなったのは3日前の話。それにもかかわらず、エアコンはつけっぱなしの状態。愛犬は元気よく尻尾を振り、そのゲージの中も綺麗に掃除されていました。これは明らかにおかしいわ。リジーが見つけたのは床に残された靴が擦れたような黒い汚れ。その後はこの部屋で激しい争いがあったことを物語っていました。さらにリジーはロリと連絡が取れなくなってから留守電にメッセージを残していました。しかしそのメッセージもなぜか削除されている状態。何者かがこの部屋を訪れロリに危害を加えたことは明白でした。これワンちゃんのお世話ちゃんとされてたりとかさ、家の様子見るになんか犯人は何日間か居座ってた感じしない、実はそうなんですよ。最初に説明したように犯人とロリは友人関係だったため、そのロリの方もね、犯人に対してかなり無警戒でね、部屋に入れちゃったんじゃないかと言われているんです。一大事を察したリジーはその後警察へ通報、そして事情聴取の際、ある人物の名を口にします。土曜の夜、ロリは私たちと女子会をする予定だったのに結局来なかったんです。その直前に彼女と電話で話した時、友達のリックと一緒にいるみたいでした。被害者のロリはその日、リジーたちと合流する前にスーパーで買い出しをしており、その様子は監視カメラにしっかりと映されていました。その買い出しについてきていたのがリック・アニスという友人男性。リジーは電話越しにその声を聞いたというんです。その後ロリは女子会に現れず、何度連絡しても繋がらず、さらに職場にも出勤しなかったため、リジーは被害者のロリといたはずのリックにも彼女の行方を尋ねました。すると、ロリ？ちょっとわからないな。土曜日は元気そうだったから多分大丈夫だと思うよ。リックはそうやって白を切ろうとしますが、
はロリが消息を絶ったタイミングから彼が事件に関係していることは分かりきっていたんです。しかしリックが何かするとは思えないんですよね。そう、リジーにはリックといなくなったロリの間に確執があるとは思えなかったんです。2人の関係は一体どのようなものだったのでしょうか。それはロリが姿を消す半年前、2005年のクリスマスイブ。リックはね、よく遊びに行くボーリング場で知り合ったんだけど、とっても気が合うのよ。その日、夕食を囲むロリの家族の輪に加わっていたリック。ロリは笑顔で両親に彼を紹介しました。今夜は本当にありがとうございます。僕には家族がいないので、こんなに楽しいクリスマスは生まれて初めてです。照れ笑いしながらロリの両親にそう話すリック。そう、彼はまだ幼くして両親を亡くしており、長らく天涯孤独の身でした。そんなリックを気の毒に思い、ロリは家族揃ってのクリスマスパーティーに招待していたんです。クリスマスに両親に紹介だなんて何？ロリとリックは恋人同士とかってことなんじゃないのこれ？日本のね、認識だとそうなりがちなんですけど、実はね、アメリカと日本でクリスマスの捉え方っていうのが文化的に違うんですよ。そうなんというわけで本日のメトラキーワード、アメリカのクリスマスについて。日本でクリスマスというと恋人と過ごす日のイメージがあります。一方でアメリカのクリスマスは家族や親戚で集まってディナーを食べながらゆったりと過ごす祝日。当日は閉まっている店が多く、ケーキやチキンを食べる習慣もありません。さらにクリスマスの時期はアメリカ全土が帰省ラッシュで最も混雑するとされ、まるで日本のお正月のような行事になっているんです。温かい料理を囲みながらロリやその家族と笑い合うリック。ロリはこの日に限らずことあるごとにリックを連れ出し、一人暮らしの彼を日々気にかけていました。そんなロリに対しリックが危害を加える理由などどこにもないように思えていたんです。しかしこの後事件はリックを犯人と言わざるを得ない展開を迎えます。それはロリが失踪してから4日後の2006年6月14日午前4時頃のこと。とあるボーリング場付近で亡くなっていたロリの車が爆破されました。そのボーリング場はロリとリックが知り合った場所。リックはこのボーリング場の従業員でした。さらにボーリング場からはガソリンが容器ごと噴出しており、付近の森では空になったその容器が発見されます。この一件から警察はリックへの嫌疑を一層強めていくんです。こんなのほぼほぼリックが犯人じゃない？でもリックもリックでなんで自分の職場近くで車なんか爆破したら自分が疑われるって分かってんのにそんなことする？実はリックのこの行動もね、原因で警察の捜査は行き詰まっていたんです。なんで？ロリの車がボーリング場付近で爆破された一件からリックが限りなく怪しいと睨んだ警察。そして事情聴取の際、警察は彼の腕にまだ新しい引っかき傷があることに気がつきました。しかし、これはロリの犬と遊んでいて引っかかれたんですよ。リックはそう言って腕の傷はロリの失踪と無関係だと弁明。その発言からリックが彼女の自宅を訪れていたことは確かでしたが、その理由についても彼は次のように説明します。僕たちは一緒に自分たち用のマリファナを栽培していたんです。彼女はそれを他の人にも売っていると言っていたので、その関係でトラブルに巻き込まれたのかもしれません。リックのその説明は明らかに不自然でしたが、物的証拠なしに犯人と決めつけられず、ロリの車に何か決定的な証拠が残っていた可能性もありますが、それも全てあの爆破で燃えてしまいました。そうやって警察が二の足を踏んでいる間に、リックはオーバーンの街から姿を消し、ロリがどこに行ったかもわからないまま事件は未解決となってしまったんです。ちょっと待ってよ。もう絶対犯人リックだって分かりきってんの逃がしちゃダメじゃない。リックはね、このままオーバーに残り続ければ、いずれ警察がね、証拠を掴んで逮捕しに来るんじゃないかと思って姿を消したんです。そうよね。ただ、このリックという男は姿を消したとて、警察の追及を絶対に逃れられない運命にあったんです。自ら孤独になった男。ロリが失踪してから10年後の2016年、アラバマ州法執行局は新たに未解決事件の特別捜査チームを設立。このチームの登場により、ロリの事件に再び捜査のメスが入れられることに。そして捜査チームが着目したのは、ロリの車の近くに落ちていたタバコの吸い殻、彼女の自宅から検出された血液や体液など。当時これらは DNA 検査にかけられましたが、結果が出る頃にはリックの行方がわからなくなっていたため、そのまま捜査も打ち切られていました。しかし実は、たとえリック本人がその場にいなくても、警察のデータベースにはすでに彼の DNA が登録されていたんです。一体なぜなのか。この動画を見ているメトラの皆さんは、彼が両親を早くに亡くしたため家族がいないと言っていたことを覚えているでしょうか。
それはロリの失踪事件が起こる13年前の1993年3月5日、警察はアラバマ州モンゴメリーの高速道路脇を歩く一人の少年に声をかけた。君、どうしてこんなところを一人で歩いてるんだい？大きなリュックを背負ったその少年はその問いに答えようとはしないが、警察はすでに心当たりがあった。向こうで車の衝突事故があったんだ。その車に乗っていたのは君だね。高速道路のフェンスに衝突したその事故車からは運転手が消えていた。その車はこの少年が乗り捨てたものだった。悪びれる様子もなくその事実を認めた少年に警察はそこはかとない不気味さを感じつつも続けて彼の持ち物を確認する。大きなリュックの中から出てきたのはナイフにショットガン。明らかに子供の持ち物ではないそれらを前にあっけに取られながらも警察は質問を続けた。名前と年齢は？リック・アニス12歳。そしてこの次の質問の答えに警察は戦慄することとなる。君の両親は？両親はさっき2人とも殺した。まさかすぎる。何、12歳の時にすでに殺人を犯してたの？リックは。そうなんです。彼はですね、この前科があったせいで、警察にね、彼の DNA ってのがちゃんと登録されてたんです。この事件があった日、リックは両親からこんな話をされていました。リック、今度また新しい学校に転校することになってからね。はぁ？なんで？この間引っ越してきたばっかりじゃないか。実のところリックの母親はつい最近再婚したばかりで、一家はママ父の都合で新しい町へ引っ越してきたところ、ようやく学校に慣れ始めた頃の転校の知らせにリックは動揺を隠しきれませんでした。またママ父には3人の連れ子がいましたが、リックはその連れ子ともまともに口を聞いたことはなく、家の中にも居場所がなかったといいます。お前らの都合でまた引っ越し？友達も一から作り直し？僕はまた一人にならなきゃいけないのか？その日の夜、リックは自宅にあったショットガンで両親を殺害。2日間何食わぬ顔で学校へ通い、その後高速道路で事故を起こしたことで殺人を犯していたことが発覚したんです。自宅で発見された彼の殺人リストにはママ父の連れ子3人の名前も記されていたという話。リックは家庭の事情や度重なる転校に振り回され、子供心に大きな葛藤を抱えていたのではないでしょうか。こうしてリックは12歳から21歳まで9年間を少年院で過ごすことに。確かに12歳の子にとってはね、まあ辛い環境だと思うのよ。思うんだけど、ちょっと両親殺すまで行くっていうのは、ぶっ飛びすぎちゃってるんじゃない？家庭環境もろもろ関係なくね、いずれ罪を犯してたような気はしますよね。そして幼少期からずっと孤独だったリックにとって、初めて自分にね、優しくしてくれたロリっていうのは、心の拠り所でもあったんです。そしてこのことがロリにとっての悲劇につながってしまうんです。2人の行き違い。それはリックが出所してから3年後の2005年のこと。リック、いつもサービスありがとう。そうそう、クリスマスは何か予定ある？ボーリング場で働いていたリックに笑顔で話しかけてきたのは常連客だったロリ。彼女はこのボーリング場に訪れると、そうやってたびたびリックに話しかけていました。リックがロリと同い年で接しやすかったこともあるのですが、何より家族がいないと話す彼をロリはいつも気の毒に思っていたんです。そう、その理由が自分の手で両親を殺めたからとは知らずに、僕をクリスマスパーティーに誘ってくれるのかい？ロリ、君は本当に優しいね。幼少期の家庭環境に馴染めず、その後は長く少年院で過ごしていたリック。彼にとってボーリング場へやってくるたびに優しく微笑みかけてくれるロリはまるで天使のような存在でした。メンタルヘルス関連の仕事をしていたロリにとって孤独な友人へのその振る舞いはごく自然なもの。リックに対して何か特別な思いがあったわけではないのですが、一方のリックは完全に勘違いをしてしまっていたんです。2006年6月10日、その日リックはロリのトレーラーハウスを訪れていた。一人暮らしの部屋で二人きりになれるくらいロリはリックのことを信用していたのだろう。ただしそれはあくまで友人として。そしてロリ、この間渡した手紙のことなんだけど返事を聞かせてくれないか？その日リックはいつになく神妙な面持ちでロリにそう尋ねた。そう、彼はロリにラブレターを渡していた。生まれて初めて自分に優しくしてくれた彼女にリックは恋をしていた。しかしごめんなさい、リックはすごくいい人だしとっても大事な友達よ。でも恋人とかそういう関係はちょっと考えられないかな。親密になった男女の間ではよくあるそんな話。ただリックを普通の男友達と一緒にしてはいけなかった。お前も俺を裏切るのか？これまで聞いたことがないような冷たい声色でロリに問いかけたリック。彼女がその異常性に気がついた時にはもう遅かった。
DNA 検査の結果、被害者ロリの車の付近に落ちていたタバコ、自宅で見つかった血液や体液はリックのものと一致。さらにリックはロリにラブレターを渡して拒絶されたことを彼女との共通の知人に話しており、犯行は地上のもつれによるものだと考えられたんです。まあずっと少年院暮らしで恋愛もしてこなかっただろうしね。それでいきなりロリみたいな女の子に優しくされちゃったら、それはなんか自分の意図反した返しを受けた時にね、困っちゃうってのもわかるけど、それで殺人まで犯しちゃうっていうのはね、もうそうなっちゃったらやっぱり世に出しちゃいけない人間だったって結論になってもおかしくないわよ。なんかロリもリックが前科あったなって分かってたら、うんもうちょっと警戒できたかもしれないですよね。うんその前科がある人がね、一律全員悪いかっていうとまた別の話になっちゃうんですけど、まあそれはもちろん罪をね、償った人もいると思うんで、うんしかもね、自分からわざわざ前科あるよって言う人もいないと思うんですよ。もちろんね、はい僕らから聞けないじゃん。前科ありますとか言って。うんだからなんかむずいよね、これ。難しい。前科があったら絶対やばいよってわけでもないけど、確率論として知っときたいって気持ちはあるじゃん。例えば仕事で採用するにしても。これって国によってはね、そう犯罪者のデータベースで一般の人は見れたりするけど、日本はないじゃないですか、そういうの。だから日本こそこういうのの是非ってこう議論すべきかなって思いますよね。リックの犯行が明らかになると、警察はそこから彼の居場所を追跡。結果、リックは2018年にバージニア州で逮捕されることに。そして事件から16年もの月日が経った2022年4月14日、リックは第1級殺人の罪で仮釈放なしの終身刑を下されました。しかしこの後に及んで彼はまだ無実を主張。ロリは大切な友達で傷つけるなんてとんでもない。現場に体液が残っていたのは合意の上で行為をしたからです。そう言って未だに控訴し続けているんです。さらに肝心のロリの遺体は今でも発見できないまま、両親は新しく自宅へやってきた愛犬に犬好きだったロリの姿を投影しながら、彼女が見つかる日を今も待ち続けているんです。あの日クリスマスパーティーで自分を温かく迎え入れてくれたロリの両親が悲しむ姿を前に、リックは今何を思うのでしょうか。